皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。春に設置していた遮光ネットを外してベランダの多肉たちも久しぶりに直に太陽の日を浴びています。去年の11月には氷が降りちょっとびっくりしましたが、今年は寒さもいまいち進まず、そんな中ラフィネに花が咲いていました。今のところベランダの多肉で花を咲かせていたのはこのラフィネだけでした。ベランダの多肉たちを見回すと、紅葉している多肉もいれば、夏顔のままの多肉たちもまだまだ多く、もう少ししっかり寒さに当ててからベランダのビニールシートを貼る予定でいます。そしてここ数日は風が強い日が続いていたため、ビニールポットが風にあおられいくつか倒れていました。夏の間新しく出た葉からはコブが出ていないコブマディバ。寒くなりコブが出てきてくれるといいんですけど、そういえば鉢を買ったのに全然植え替えできていないじゃないなんて思っている方も多いとは思いますが、実はその通り、まだベランダの多肉のほとんどを植え替えできていません。去年の2月にリエールさんのタニフェスで購入した水玉は、ロゼットがこんなに小さくなってしまいました。そしてマーブルも外葉を枯らしてロゼットがいびつな形になってしまいました。11月の初めに小株を外したピンクベラです。残した小株ちゃんも一回り大きく成長していました。ちなみにこの写真は11月初めの小株を外す前の写真です。比べてみると成長具合がよくわかりますね。このモンローは多頭のまま元気に夏越ししてくれました。そしてこのホワイトシャンペーンも、白鳳はちょっと勢いがない感じ。隣のブロンズ姫も同じく茎の先に小さな葉が少し残っている程度でした。これは完全に水やり不足ですね。そうそう、水やり不足といえば、このピーチプリでも庭からベランダに持って上がったのはいいんですが、なかなか水やりする機会がなく、ロゼットを縮めてお水を欲しそうな顔をしていますね。これはやっぱり庭に持って降りた方が良さそうですね。ベランダの一番奥で何やら様子がおかしかったのはサブセシリスでした。葉が下を向いていて、葉の付け根が黒く変色していました。撮影後に葉の付け根が黒いものを取り除いてみると、やはり茎がダメになっていました。パールホンニュルンベルグは成長点あたりの葉の色が濃い紫色になってきました。このミッシングユーも大きなロゼットのまま夏越しできて、少しずつ紫色に変化してきました。私の大好きな多肉の一つ、アミスターです。葉のエッジも色づき始めて可愛さが増してきていますね。私の持っているアミスターはこのように多頭になっている子が多いです。
枯葉が気になるので、枯葉を取りながら、この子は誰かな？名札を見てみると、ラウレンシスのハイブリッドでした。ベランダのモンローは意外と元気ですね。ここにも葉がむっちりとしたプリップリのモンローがいました。ちなみに土が濡れているのは雨が降ったせいです。一見見るとピーチプリデかなと思うこの子はエスメラルダです。葉の色がピーチプリデそっくりですね。小さなパールホニュールンベルグの方が紅葉が早いようです。隣のザラゴーサ×レモンベリーはこんなに小さくなってしまいましたが、なんとか無事に生き残ってくれていました。そういえば寒くなると毎年デベソになってしまうのがこのアメージンググレースです。まだデベソにはなっていないようですね。この列の多肉ちゃんは相変わらずみんな可愛いですね。シャーロットも、そしてフランクハイブリッドもだいぶ赤さが増してきました。そしてこのプラダも葉先をピンク色にして可愛さが増してきました。その上のピンクフリルもやはり水が足りていないようですね。フリル系の多肉ちゃんはお水が大好きな子が多いので、ピンクフリルも庭に持っておりようと思います。ベランダのピンクチップスもいくつかダメになってしまっていたので、また葉差しで増やしておきたいですね。はい、ということで今日の動画は11月末のベランダの多肉の様子を見ていきました。いかがでしたでしょうか？今年は多肉の紅葉が少し遅いようです。皆さんの多肉ちゃんは紅葉が進んでいますか？ベランダの多肉たちの様子を見た後に、いくつか多肉を植え替えしたんですが、実は動画を撮り忘れてしまい、今日は少し動画が短くなってしまいました。しかも新しい鉢を使うのを忘れて、この100均のスクエア鉢にまた植え替えしてしまいました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。